皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も楽しく勉強していきましょう。前回は味噌の歴史や文化について勉強しました。今日は味噌の講義の2回目になります。突然ですが、皆さんはどんな味噌がお好きでしょうか？あまり意識して味噌を買ったことがないという方も多いと思いますが、一方で九州の麦味噌が好きという方や、やっぱりお雑煮には京都の西京味噌という方もいらっしゃると思います。今回は今や日本だけでなく世界中で作られる味噌のうち代表的な米味噌という味噌について深掘りします。米味噌とは原料の大豆に米麹を加えて作る味噌のことです。お米を用いることで癖のない味噌に仕上がるのが特徴です。でも一口に米味噌といっても加える麹の量や熟成期間の長さによって特徴は大きく異なります。今回は米味噌の中でも代表的な信州味噌と西京味噌を取り上げます。まずご紹介するのが信州味噌です。あまり聞いたことはないかもしれません。でももしかすると気がつかずに食べているだけかもしれません。実は日本の味噌メーカー大手5社のうち4社が長野県に本社や本店を持つ企業なんです。そしてその4社だけで日本の味噌市場の 50% を占めているんです。信州味噌がシェアの半分って知りませんでしたよね。私もびっくりしました。関東や甲信越、北陸では基本となる味噌はこの信州味噌なんです。まずはこの信州味噌について見ていきましょう。前回の講義の中でご紹介したのですが、信州で味噌作りが盛んになったのは戦国時代に甲斐の武田信玄が信濃を攻めたことがきっかけでした。信玄は味噌の戦略的な重要性に気がつき、街道沿いの農家に大豆を栽培させ、また味噌を作ることを奨励しました。味噌はタンパク質とアミノ酸が豊富な食品で、戦という肉体労働をする上ではなくてはならない戦略物資でした。武田信玄が味噌作りに興味を持ったのは、現在の千葉県野田市でたまり醤油の製造を始めていた飯田一郎兵衛が川中島の合戦に際して武田氏に対してたまり醤油を献上したことが関係していました。武田軍の全軍の士気が大いに上がるほど美味だったことから、後にこのたまり醤油は川中島御用たまりとして人気になったそうです。飯田一郎兵衛、醤油作りの歴史を勉強した時に出てきましたね。1561年に現在の千葉県野田市で初めて醤油作りを始めた人でした。遠く長野県まで醤油を運んだんですね。武田信玄が農家の皆さんに作らせたのはこれまで味噌だとお伝えしたのですが、正確に言うと川中島御用たまりというたまりでした。たまりは味噌と醤油の中間のようなもので、現在のような醤油が登場していないこの時代、味噌なのか醤油なのかわからないものでした。ですので、このたまりは半固形状の液体だったと思います。ここから染み出した液体を現在でいう醤油として使っていました。こうして武田信玄が信濃に伝えたたまりがその後、信濃における味噌作りの基礎となっていきました。でも、現在の長野県に初めて味噌を伝えたのは武田信玄ではありませんでした。もちろん、信玄が信州味噌の普及に果たした役割は大きかったようですが、それよりもさらに前に信州味噌の礎を伝えた人物がいました。それは鎌倉時代に活躍した僧侶、覚心さんです。覚心さん、覚えていらっしゃいますか？中国の宋に渡って修行して帰国後の13世紀後半、現在の和歌山県湯浅町で金山寺味噌の製法を伝えました。そんなある日、味噌から染み出した液体が非常に美味しかったので、この液体、つまりたまりが作られ、後にたまり醤油の起源となったんです。日本における醤油のルーツとなった味噌作りを和歌山県で伝えていた覚心ですが、この覚心はとても精力的な方でした。13世紀末、覚心は現在の長野県佐久市に安養寺を開き、ここで味噌作りを伝えました。ここで伝えられた安養寺味噌が長野県における味噌の始まりで、信州味噌の原点と言われています。
当時の信州味噌はどんな味噌だったのでしょうか。各信が伝えた金山寺味噌は現在でも和歌山県で特産品となっていて、原料は大豆、お米、麦、野菜から作られ、米麹と塩を加えて3ヶ月程度熟成させます。信州味噌もこれに近いものだったのかもしれませんね。面白いのが、信州味噌のルーツとなる2つの味噌がいずれも醤油と関わりの深い点です。信州味噌の原点と言われる安養寺味噌は各信が伝えたものでした。各信が伝えた金山寺味噌は和歌山県では醤油のルーツとなっています。一方、時代は300年ほど下って武田信玄の時代に作られた信州味噌はもともと千葉県野田市から伝わった川中島だまりという味噌と醤油の中間のような調味料でした。私たちが現在目にする濃い口醤油が開発されたのは江戸時代になってからで、それまでは味噌なのか醤油なのか区別はつけられていない状態でした。面白いですよね。現在、日本における味噌製造シェアのトップを誇るのは長野県に本社を持つ丸米です。それ以外にも花丸木や光味噌、信州一味噌とシェアの上位を占める味噌メーカーは長野県に本拠地を持つメーカーがひしめいています。そして日本に出回る味噌の 50% が信州味噌と市場を席巻しています。その理由に迫りたいと思います。今から100年近く前の1923年に東京は関東大震災によって壊滅的な被害を受けました。被災地に向けて救援物資として送ったことで信州味噌は関東地方の味噌市場で一気に人気を得たそうです。さらに第二次世界大戦で大きな被害を受けた東京に対して被害をほとんど受けなかった長野県から品質の良い味噌を届けたことがきっかけとなって信州味噌の評判はさらに上がりました。一般にこの2つの出来事が信州味噌の人気の基礎となったと説明されています。でもそれだけではなかったはずです。いかに災害時に提供されたからといって100年もの間そのことに感謝しつつ人々が信州味噌を購入し続けているわけではないですよね。信州味噌が美味しくて人々の味覚にフィットしたからこそ今でも高い人気を誇っているはずです。その理由を探るため、まず味噌の全体像に触れてみたいと思います。今更なのですが、味噌は大きく分けて米味噌、麦味噌、豆味噌の3種類に分けることができます。米味噌とはお米を使って麹作りを行う味噌のことです。醤油作りにおいては大豆と小麦に麹菌の胞子を振りかけて麹とします。一方、米味噌の麹作りにはお米を用いるんです。米味噌の作り方はお米に麹菌の胞子を振りかけて米麹を作り、この米麹と大豆、塩を混ぜて仕込んで作ります。米味噌は癖のない味噌に仕上がり、どんな料理にも合わせやすいという特徴があります。ただ、一口に米味噌といっても用いられる麹の量と熟成期間の長さによって大きく味が異なります。麹の量が多くなると甘い仕上がりになり、熟成期間が長くなると色が赤茶色に近づき、旨味が多くなります。例えば、京都の西京味噌は麹の量が多く、熟成期間が短いので、クリーム色で甘い仕上がりの米味噌になります。一方、同じ米味噌でも前回取り上げた仙台味噌は全く異なる味噌です。使われる麹は少なく、熟成期間が長いため、甘みの少なく、熟成に由来する赤色となり、さらに旨味の強い味噌に仕上がります。また、加えられる塩の量も多いため、肉体労働者の多かった江戸時代の江戸で大人気になりました。こうした特徴のある米味噌ですが、その中で信州味噌はどのような特徴があるのでしょうか。麹の量は少なく、熟成時間が短い。これが信州味噌の特徴です。そのため、甘みは少なく、熟成期間が短いため、乳酸菌や酵母の独特な香りは抑えられ、さっぱりとした旨味と豊かな芳香を併せ持った辛口の味噌となります。このさっぱりとした旨味と辛口の味噌という特徴が高い汎用性を生んだのではないかと思います。そして熟成期間が短いため、
生産性が高いというのもメリットの一つです。信州味噌、いかがだったでしょうか？信州味噌はあまり名前は聞かないかもしれません。でも現在、日本で販売されている味噌の 50% は信州味噌だったんですね。信州味噌は長野県で作られる味噌で、長野県の味噌作りは古くは鎌倉時代に遡るんです。醤油のルーツとなったたまりを伝えた革新は長野県では味噌作りの基礎を作りました。また、戦国時代には武田信玄が信濃を攻める際、タンパク質やアミノ酸を豊富に含む味噌の戦略的な重要性に気がつきました。地域の農家に大豆を植えさせ、味噌を作らせたんです。こうすることで、行軍中に不足しがちな食料、特に筋肉を作るタンパク質やアミノ酸を補給していたんです。そして、この武田信玄が作らせたのは、川中島御用たまりというたまりでした。たまりは、味噌と醤油の中間のようなもので、現在の千葉県野田市から献上されたものを参考にして作っていました。現在、日本の味噌製造を席巻する信州味噌。このルーツとも言える二つの歴史、つまり革新の伝えた味噌作りと武田信玄の味噌作り奨励作がいずれも醤油と深い関わりがあったのは、当時まだ醤油と味噌がまだ明確に分かれていなかったためでした。そして現在、なぜ信州味噌がこれだけのシェアを占めているのかについて考察しました。確かに20世紀初頭の関東大震災や戦後の救援物資として信州味噌が大いに貢献したことは見逃せない事実です。でも、それだけではなかったですよね。信州味噌が癖のない米味噌でさっぱりとした旨味と辛味が特徴のため高い汎用性があったことが大きかったですよね。そして熟成期間が短いため生産性が高いというのも重要なポイントでした。ということで、信州味噌についてご紹介しました。今回、米味噌を勉強するにあたり、もう一つ重要な味噌をご紹介します。それは同じ米味噌の中で際立った特徴のある西京味噌です。西京味噌って皆さん聞いたことありますか？京都で作られるクリーム色の味噌です。西京焼きという料理をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。この料理は魚を西京味噌で漬け込んで作った料理です。他の味噌でも魚の漬け焼きは作れるんですが、西京味噌で作ると味噌の甘みと魚の旨みが調和して他の味噌では生み出せない味わいを楽しめる、そんな料理です。西京味噌は信州味噌と同じく米麹を使って作る米味噌なんですが、全く違うタイプの味噌に仕上がります。ここでは西京味噌の特徴と歴史について見ていきましょう。まず、信州味噌は辛口タイプの味噌ですが、西京味噌は甘味噌に分類されます。甘みの感じられる味噌なんです。甘みが感じられるのは砂糖を加えるわけではなく、実は加える麹の量が影響しています。西京味噌の他にも甘味噌と呼ばれる味噌はあるのですが、こうした味噌はおおむね麹の量が多いんです。では、麹の量が多いとなぜ甘みの感じられる味噌になるのでしょうか？改めておさらいですが、麹菌はでんぷんを糖に変えたり、タンパク質をアミノ酸に変えたりします。そのため、加える麹の量が多いと、生成される糖の量が多くなり、甘みを強く感じる味噌になります。西京味噌は、加える麹の量が多く、より多くの糖が生成される味噌だったんです。そして、西京味噌は、熟成期間が1から2週間程度と短いのも特徴です。信州味噌も、熟成期間は短いのですが、それでも、数ヶ月から10ヶ月程度は熟成させます。この、西京味噌の短い熟成期間は、甘みにも影響を与えます。熟成期間が長いと、乳酸菌や酵母の影響から、生成された糖が消費されて、別の物質に変えられてしまいます。そのため、熟成期間が短い方が、より甘みを感じやすい味噌になるんです。西京味噌をはじめとした白味噌は、上方で生まれた味噌で、上品な色合いと甘み、そして素材の良さを引き出す、控えめな味わいを求めて生み出された味噌です。これを実現するため、麹を多くして、熟成期間を短くするようになったんです。
では、この西京味噌はどのように使われているのでしょうか。西京味噌は、懐石料理や京料理には欠かすことのできない味噌です。また、一般家庭でも西京漬けなどで知られているほか、関西地方で食べられるお雑煮には、西京味噌をはじめとした白味噌を利用するご家庭も多いようです。西京味噌という言葉自体は、今から150年ほど前に生まれました。当時、東京に都が移されて東京となり、京都が西の京という意味で、西京とも呼ばれたことから、西京味噌と呼ばれるようになりました。でも、西京味噌の名前の歴史は150年ほどですが、それ以前から、京都は白味噌文化でした。この白味噌文化は今では、近畿地方一帯から瀬戸内、山口県まで広がっています。貴族文化や王朝文化の影響、さらには懐石料理の中心地である、京都を中心として発達した味噌です。白味噌を使った料理は、格式を重んじる地域ならではの味噌なんですね。そして、京都の場合、白味噌の文化は、平安時代まで遡るそうです。白味噌に関して、面白い話があります。白味噌は甘みと白い色合いを求めて作られてきた味噌だと、お伝えしました。一方、熟成期間が短いため、旨味は少ない味噌に仕上がります。そのため、旨味の強い味噌が出回る地域の人からすると、白味噌は味気のない味噌に感じてしまいます。そしてそう感じたのは、織田信長も同じでした。信長が育った地域は、豆味噌の文化が強く、豆味噌は旨味が非常に強い味噌なんです。信長が初めて上洛して、足利将軍家の料理を口にしたとき、旨味が足りず、とても味気なく感じてしまったんです。そのまずさに怒って、料理人を手打ちにすると言い出したので、慌てて味噌を変えて、料理を田舎風にしたら、ご機嫌が治った、というエピソードがあります。本当にあった話かどうかわかりませんが、私たちの持つ織田信長のイメージだと、そんな話があってもおかしくないな、と思ってしまいますよね。はい、ということで、西京味噌と白味噌について、勉強してきました。西京味噌は信州味噌と同じく、米麹を使って作られる米味噌でした。でも信州味噌とは大きく違いがありましたね。まず、京都を中心とした上方では、1000年以上前から白味噌が親しまれてきました。貴族文化や懐石料理の影響から、上品な色合いと甘みが求められる歴史の中で作られてきたんです。そして、この上品な色合いと甘みを実現するため、麹を多く使用し、熟成期間を短くしました。これによって、糖が多く蓄積して甘みが増し、熟成することで生じる着色を抑えるんです。でも、熟成期間が短いことはつまり、旨味が少ないことを意味しています。そのため、旨味の強い味噌に親しんでいる人からすると、白味噌は味気なく感じてしまうんです。織田信長の逸話、面白かったですね。はい。ということで今回は代表的な米味噌である信州味噌と西京味噌について勉強してきました。どちらも同じく米麹を使って作られる米味噌ですが、その特徴は大きく異なりましたね。皆さんはどのあたりが面白いと感じましたか？私は信州味噌がなぜ市場の 50% を占めているのか、その点についてとても勉強になりました。信州味噌は癖のない米味噌で、さっぱりとした旨味と辛みが特徴のため、高い汎用性があったんです。そして、熟成期間が短いため、生産性が高いというのも大きかったですよね。味噌は歴史の長い発酵調味料で、その地域に根付いた独自の味噌が存在します。江戸時代、江戸で大人気になったのに、仙台味噌が全国に広まらなかったのは、古くは奈良時代から日本人に長く親しまれてきた長い歴史のためというお話をしました。こうした地域に根付いた味噌に対抗して人気を得るにはそれだけの理由があったんですね。そして個人的には一つ謎が解けた気持ちなんです。私はロサンゼルスに住んでいたことがあるのですが、ロサンゼルスに進出していた味噌メーカーはみんな長野県に本拠地を持つメーカーだったんです。なぜ長野県なんだろうと思っていたのですが、そもそも日本でシェアの高い味噌メーカーはほとんど長野県のメーカーだったんですね。ということで、味噌の講義の2回目、
米味噌について見てきました。今日も面白かったですね。次回は違う味噌をご紹介します。と言いたいのですが、ここで全体を見渡すため、味噌の作り方を勉強したいと思います。醤油の醸造方法との違いや、味噌の種類ごとの製造方法の違いについて比較すると面白いですので、ぜひ次回もご視聴ください。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回もまたお会いしましょう。それでは、また。